皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。地上波のニュース報道では細かなところまでは伝えてくれません。ぜひとも情報の更新にこのチャンネルをお役立てください。今日最初に取り上げる話題はロシア軍の亀戦車の進化について。もはや亀と呼ぶにもちょっと違うかなという感じで、山嵐やハリネズミといった言葉の方がよく似合うかもしれません。また映画マッドマックスを連想させる姿という評判ももはや定着したような感じです。ただ、初期の頃の亀戦車と比べて最近のロシア軍のこうした戦車はなかなか撃破することが難しくなってきました。こちらの映像では防御を固めるのに一生懸命すぎて操縦している人がよく見えない状態になっていたがために戦車が溝にはまって横転してしまいます。そうして腹を見せたところをドローンによって攻撃されて撃破されるという姿を見せています。一方でこちらは戦場にどれだけこうした戦車もしくは装甲車両が出回っているかということを示す映像。ウクライナ軍のドローンが亀戦車ならぬ亀装甲車両に対する攻撃を行っています。この映像の中では単独で動いているだけではなくすれ違いをしている様子なども映像で出てきます。こうした様子からロシア軍が貴重な装甲戦力をこうしたハリネズミ化によっても延命させようとしています。ちなみにこちらはこうした亀戦車やハリネズミ化といったものが行われていなかった時代のロシア軍戦車。ロシア軍戦車だけではなく一般的に戦車は装甲上面における防御力が弱く、またそこを突かれると搭載している砲弾などに誘爆して大爆発を起こすものです。こちらの映像では足回りを破壊されてしまい乗員が去った後のロシア軍戦車。映像の左側の方から一機の小型ドローンが近づいてきます。なおこの頃は弱点をつくことで一発で戦車を撃破することもできたのですが、亀戦車やハリネズミ化した後においては現在では10機20機のドローンが必要になることすらあります。ただしそうであったとしても未だに小型ドローンによる破壊の方が欧米製の高性能な対戦車ミサイルよりも値段が安いといった事情などは未だに健在です。さて続いては以前お伝えしたロシア本国に対する遠距離攻撃。こちらは港に対するものです。攻撃の結果について報じられています。港には石油を輸出するためのタンカーが横付けされていたのですが、2隻の船については損傷が認められ、また石油のパイプラインも損傷していることから操業を停止せざるを得なくなったようです。ロシアの黒海沿岸唯一の石油精製所がドローン攻撃により閉鎖された。この記事においては製油所の写真が貼り付けられているわけですが、先ほども紹介した衛星からの情報によれば製油所自体が破壊されたわけではなく、パイプラインが破壊されたことにより修復が終わるまではタンカーに運び入れることができない状態となっています。このような形であったとしてもロシアの石油収入に対する打撃を与えることとしては成功の部類に入るでしょう。続いてウクライナの少し北側、ロシアのオレール発電所とウラジミール変電所を攻撃したというニュースが入っています。ロシアのエネルギーインフラへの攻撃が激化する中、ウクライナはロシアのオレール発電所とウラジミール変電所に対し新たなドローン攻撃を開始した。両発電所とも1週間で2度目の攻撃となった。オリオール市の住民はインターネット上で市内の火力発電所付近で爆発があったと報告している。ミサイル攻撃によるものだと主張する人もいた。火力発電所への攻撃はロケットエンジンまたはジェットエンジン搭載の無人機によって行われた。映像には空襲警報や防空システム、プロペラ駆動の無人機特有の騒音は一切映っていないとアナリストは述べている。アストラがテレグラムで関連の情報を上げています。こちらの映像の特徴としては、ウクライナ軍の飛行機型ドローン特有のブーンという音が一切入っていません。そのためジェットエンジンではないか、つまりミサイル型ではないかというような話になっているわけです。続いて、ちょっと距離の離れたニジニ・ノブゴロド州に対する攻撃。ウクライナのドローンがロシア国内のルクオイル製油所を攻撃。こちらはウクライナから見た場合、約1104キロ離れたところにある。この作戦には50機以上のウクライナ国産ドローンが投入されたとのことです。標的となったルクオイルの製油所はすでに1回攻撃を受け、現在は修理中だったとのことです。追加の攻撃を行うことによって直しかけたものもまた破壊することによってさらに修理期間を延ばそうという狙いでしょう。ルクオイルのこの工場はロシアのエネルギーインフラの要であり、
モスクワ地域に対する燃料供給を行っています。年間約1700万トンの原油を処理し、自動車燃料、航空燃料、ディーゼル燃料、その他様々な石油製品を生産しています。こちらがニジニ・ノブゴロド州の石油精製所に対する攻撃の結果、当たりどころがどこかといったことはこの映像からはわからないわけですが、確実に施設に対する打撃を与えていることがわかります。施設は広大ですから、こうした攻撃を繰り返し行うことによって生産再開がさらに遠のくことでしょう。こうしたウクライナ軍による遠距離攻撃の成功が各地で報告されている現状ですから、ロシア側もいよいよ手を打つことになりました。ロシアの15地域で石油精製所をドローンから守るため予備役の募集が始まった。ロシアの少なくとも15の州当局はウクライナの攻撃を受けている石油精製所を含む戦略的施設の防衛のため動員予備軍への参加をすでに地元住民に呼びかけている。ブリャンスク州、カリーニングラード州、レニングラード州、ニジニ・ノブゴロド州、ロストフ州、タンボフ州、トゥーラ州、ヤロスラバリ州、バシコルトスタン州、ペルミ州、クラスノヤルスク州、その他複数の州で募集が掲載されている。今回の募集に関しては戦場送りになるわけではなく、あくまでも防空体制の要員として募集されているものです。それでも一時金プラス給料の上乗せといったものもあるということで、民間からより多くの人々を動員したいのでしょう。これによってさらにロシアの民間経済は人手不足が深刻化することとなります。今のプーチン大統領にとって民間経済がどうなろうと全く気にしてはいないのでしょう。これらの人たちが扱える武器というのは基本的には機関砲や機関銃といったような類になると思われます。そのため、どれだけ有効的に迎撃できるかは未知数のところがあります。続いては、ロシア側の行っているプロパガンダについて一つ紹介しておきます。この話の前提としてちょっと解説を行っておきましょう。現在、生成 AI の発達というものがどんどんと進んでいます。文章の要約や文章生成やエージェント機能といって過去の情報だけではなく最新の情報も含めて様々な情報を収集しまとめて希望の情報を抽出してくれるといったことなどがよく使われることなのですが、同時に画像や動画の生成といったものも非常に多くの人々に親しまれています。ただし、画像や動画の生成を行うことによって、それらを偽の情報としてばらまくといったこともより簡単にできるような時代に突入しています。単純にエンタメとして楽しむだけではなく、どこかの国や企業、団体や個人に対する攻撃なども、非常にやりやすくなってしまうという意味で、使い方を誤ると、非常に危険なことになってしまいます。今回はそうした動画の生成 AI を使うことによってもたらされている偽情報の拡散について取り上げます。こちらの映像、自称23歳のウクライナ人だとする男性が強制的に軍に引っ張られて前線送りになるためにもう死んでしまうかもしれないと泣いている映像だとされています。で、元々の動画の投稿者はこちら。で、この映像を見た人がその説明を見て、23歳のウクライナ人が最前線に送られる際に涙ながらに崩れ落ちる。死にたくない。正規兵によって拉致され、センターに連れて行かれ、前線に送られるのがウクライナの強制徴兵。ウクライナ法でも違法ですといった形で拡散を行っています。ただしこれなんですが、コミュニティノートの案におくと、そもそも23歳だったら徴兵対象じゃないんだから、かなり言ってることおかしいですよという指摘がなされています。また、ファクトチェックによっても、この動画が生成 AI による作成だと指摘されています。で、ファクトチェックの記事を読んだ上で、要点だけちょっとまとめたのがこちら。この動画は生成 AI で作成されています。この顔の人物はロシア人でゲーム配信者です。つい昨日もゲーム配信をしていたようです。見かけでもデマ情報の拡散を手伝わないようにしてください。そして、なんでこれがデマだと言い切れるかといえば、そもそもウクライナ人だと名乗っているものの、その顔は明らかにロシア人だろというような指摘がなされています。その上動画の生成にはウォーターマーク、透かしといったものが入っていました。これは動画の生成 AI で何かを作った時に一体何の AI を使って動画を作ったかがわかるように
その印といったものが入れられています。どこか一点にずっと表示されるものもあれば、何秒間で次から次と出現する場所が変わるようなタイプもあります。そうした透かしが入っている映像についても、透かし除去といったものを施すことによってある程度偽装することができるわけです。ただしその完全な除去といったものも難しく、もしくは失敗したのか、動画生成 AI のマークが残っているものも見つかっているわけです。ちなみにこの指摘されている人物の個人ページに飛ぶと、この人、前回の配信は昨日ですよといったような内容が書かれていることもあり、ウクライナの戦場にいる気配といったものは全くありません。生成 AI で合成された顔がこちら。で、配信している時の本人の顔がこちら。おそらくはこの顔の情報というものを読み取った上でプロンプトを書いたのでしょう。で、同じような動画といったものが大量生産されています。これらもどんな顔にするか写真を持ってきた上で、どんなことを喋らせるか、どんな状況で映像を作成するかといったことを全部プロンプトに書いた上で指定すれば、次から次と同じような映像といったものを作り出すことができるわけです。こういった偽情報を元にした情報の拡散といった手段はこれからどんどんと拡大するものとみられます。以前よりも動画の投稿数が全体として増大している理由というのは、こうした今までは全く映像の世界に入ってこなかった人たちが生成 AI を使えば大量に動画が作れるじゃないか、それらでどんどんと情報を発信すれば圧倒される人たちがこれはきっと本当に違いないと思い込みやすい状況を作り出しているわけです。で、このような嘘の情報を大量に流すと、当然のように引っかかる人が大量に出てきます。これは間違ってますよと指摘するよりも、そんなことがあるのかと驚く人の方が多いというのが、現在のデマ情報の拡散と、それを正そうとする人たちの勢いの差です。基本的には間違っている情報の方がより早く広く拡散します。一方で指摘した側の情報といったものは、その情報を目にした人だけが納得し、それ以上に拡散しないといった特性があります。ですから衝撃的な映像であればあるほど拡散はされやすい状況なので、この点をちょっと頭の片隅に置いておく方が良いでしょう。少なくとも言えることは、すでに動画の生成 AI で作り出した映像といったものを見抜くことはどんどんと困難になっています。そして半年後、1年後においては、一体どうやって作ったのかわからないような映像に関しても非常に多く見られることでしょう。同時に国内の政治上においてもデマの拡散や発信といったものを元にした特定の人物や団体に対する評価を上げたり下げたりを狙ってくる人たちといったものが、これからどんどんと増えてくることも想定しておかなければなりません。ぜひともインパクトの強い情報に触れた時には、これが本当に事実かなのかどうか、ちょっと頭の片隅に疑う心を残しておいてください。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。